DIY 教室水性ペンキの塗り方。今回はこの柄物壁紙の壁を白く塗ります。こちらの材料と道具を使って DIY します。ペンキを塗る部分をきれいにしておきます。汚れてもいい服装で作業しましょう。ペンキを塗りたくない部分の縁にマスキングテープを貼ります。マスキングテープの上にマスカーを貼ってビニールを引き出せば簡単に養生範囲を広げることができます。さらに広げたい場合はビニールシートや新聞紙を敷きます。コンセントカバーは取り外してから差し込み口を養生しましょう。凹凸がある壁紙は仕上がりを良くするためにテープとの境目にコーキングを塗って指でなぞります。凹凸がある壁紙にコーキングを塗った場合と塗らなかった場合を比較してみましょう。ペンキを塗ってから完全に乾く前にテープを剥がします。コーキングがペンキの入り込みを防いできれいなラインに仕上がります。コーキングを塗った場合は完全に乾いてからペンキを塗りましょう。まずはじめにローラーでは塗りにくい境目部分をハケで塗ります。境目から3センチくらいの範囲を厚塗りにならないように塗りましょう。境目部分の後はローラーで広い範囲を塗っていきます。移動せずに塗れる範囲でブロックを分けます。ブロックの端側上段から順番に塗っていきましょう。まず縦方向にローラーを動かしてペンキをブロック全体に塗り広げます。次に横方向にローラーを動かして塗ったペンキを伸ばします。最後に上の段では上から下へ一方向に整えそっと抜くようにローラーを壁から離します。下の段は上と少しかぶるように塗り同じように縦横と塗って伸ばします。下の段は最後に下から上へ一方向に整えそっと抜くようにローラーを壁から離します。列を移り隣と少しかぶるように塗っていきます。あとは同じように塗り広げて伸ばしていきましょう。一度塗りが完了したら乾燥させます。下地の柄が透けていても大丈夫。1回目の塗装が接着剤のような役割となり2回目はさらにペンキが塗りやすくなります。乾燥させる間塗料やハケなどが乾かないようにビニールなどで覆っておきます。乾燥したら2度塗りをします。薄く重ね塗りをするのがきれいに仕上げるコツです。2度塗りしてもまだ下地が透けている箇所があれば十分に乾燥してからその箇所だけさらに塗り重ねましょう。塗装が完了したら完全に乾く前に養生を剥がします。コーキングを塗った境目はカッターで切り込みを入れておき
ペンキが壁や手につかないように養生をゆっくり剥がしていきましょう。コンセントカバーを戻したら完成です。柄物の壁紙が真っ白になりました。